どっちがどっちかわからないです。手元見ないで、どっちか1本打って当てられるかどうかいきたいと思います。こっちでいきます。見てないです。打ち終わりました。ソフトな気がします。ハイパー G ソフトな気がします。答え合わせをしてみたいと思います。ハイパー G でした。見えるかな。ハイパー G です。はい、外しました当たんね。はい、皆さんこんにちは。今回はハイパー G ソフトとハイパー G の打ち比べをしてきました。で先ほどの通りですね、僕は見分けられず、恥ずかしい姿を晒してしまったというスタートなんですけれども、今回はですね、感触以外にも、テニスセンサーを使ったデータの比較もしていますので、2つの違い気になっている人はぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ハイパー G って今すごい人気ですよね。で僕個人としてはですね、その人気の秘密ってバランスの良さなんじゃないかなというふうに考えています。打球感は硬すぎず柔らかすぎずで、ある程度ボールの飛びもアシストしてくれて、で多角形なのでスピンもある程度ちゃんとかかってくれる。でさらに価格もそこまで高すぎることもないというところで、とにかく全体のバランスがいいっていうのがやっぱりいろんな人に愛される理由なのかなというふうに思います。ただ僕個人としてはあんまりハイパー G 好きじゃないんですよ。で普段貼らないんですが、今回ソフトが出たっていうところでこの2つせっかくなら打ち比べをしてみて、ハイパー G 嫌いな僕にとってハイパー G ソフトがどういうふうに感じるのかっていうのと、実際に使ってみてどういったメリットがあるのかっていうところを動画の中で明らかにしていきたいと思います。で今回のセッティングに関してはですね、ラケットはバボラのピアストライクの16、19ですね。重さとバランスは両方揃えてあります。でストリングはですね、ハイパー G とハイパー G ソフトそれぞれ 1.20 ですね。同じ日に同じ貼り方で、テンションは45ポンドで貼っています。まずはフォアハンドハイパー G の無印の方からテストしてみました。で久しぶりに打ったんですけれども、やっぱり淡白な感じっていうんですかね、持ちすぎることもなく、ある程度弾いてくれて、変に主張することもないっていうような感じでしたね。でしっかりボールにスピンかかる感じがあって、打てば打つほどなんて言うんでしょう、スピンかかってくれるなという印象でした。でハイパー G ソフトになったらですね、明らかに振動っていうんですかね、手に伝わってくる衝撃っていうのが少し少なく感じられましたね。で乗っかる時間も少し長く感じました。別に手応え重たくなるとかっていうわけではないんですけれども、感覚的に接触する時間っていうのが少し長く感じられるようになりました。でデータですね、テニスセンサーで取ったデータを平均化してみました。上が球速、下が回転数ですね。で黄色い数字は一応数字のばらつきの指標になってます。でこれで見るとですね、無印よりソフトの方が球速が1.5 キロアップしていて、で反対に回転数に関しては 37.2 回転、下がっているというデータが得られました。でそうですね、感覚的にはやっぱりソフトの方が少し乗っかる分、熱い当たりというかですね、ボールを運べる前に乗せて運べるような感触があったので、それがデータにも現れてるのかなと思います。もともとハイパー G って結構打っていける速いボールで攻めていきたい人向けのストリングなのかなっていうイメージあるんですけれども、ソフトの方がですね、もう少し落ち着きがあるようなイメージでしたね。はい、なので、
普段ハイパー G 試してみて、もう少し厚く当てたいとか、乗せて運ぶ感触がもう少しだけ欲しいっていう人は、ソフト使うメリットっていうのは十分感じられるんじゃないかなと思いますし、あと細ゲージにしてはしっかり掴んでくれるので、そういった面でもソフトっていうのはありなのかなと思いました。ではここからはですね、バックハンドのトップスピンでテストをしていきます。でまず無印からなるんですけれども、ちょっとですね、当たりが良くないのが続いてしまって微妙な映像になってますが、後半ちょっとずつ慣れてきましたね。なんて言うんでしょう、僕バックハンドそこまで得意じゃなくてですね、ハイパー G だと、しかも今回 1.20 なので、ちょっと弾きすぎちゃって安心感がないなという気がしました。でそこからソフトになると、やっぱりちょっと乗ってくれる感じっていうのがかなりショットにいい影響を与えてる感じがしまして、多少外しても硬い感じとかもなかったですし、乗ってくれる分、僕の場合は自信を持って振り切れるようになりましたね。打球自体にそこまで大きな差があるのかどうかっていうところは、このデータでちょっとチェックしていきたいと思います。で先ほどとは反対にですね、ハイパー G ソフトの方が球速がマイナスの 4.8 キロで、回転数がプラスの117回転、パーセンテージでいうと 8.4% ほど上回っているという結果になりました。でこれで見るとですね、やっぱり乗っかってくれるっていう感覚がどう影響するかっていう部分なのかなとは思うんですけれども、僕の場合は乗っかってくれたおかげで振り切れた。でその結果、回転をしっかりかけることができたっていうところなのかなと思いますね。で無印の方がやっぱり球の抜ける感じっていうのは強くあるので、球速が出るっていうのは納得かなと思います。やっぱりフォアに比べるとバックの方が力入れにくいっていうのもあるので、それがこういった数字に反映されているのかなと思います。僕はソフトの方が打ちやすく感じました。ここからサーブを比べていきます。回転数を抑えたフラット系のサーブですね。でハイパー G、サーブ比較的打ちやすいストリングかなと思います。球の抜けもいいですし、スピードも乗せやすいので、入るかどうかは別にして、振った分しっかりスピードに反映されるなという印象のストリングですね。でそれがソフトになるとですね、ちょっと球が乗っかっちゃう分、スピードに乗らない感じっていうのは感じましたね。で柔らかさがスピードを出すときには少し邪魔してるのかなという印象でした。でデータで見てもですね、やっぱりその傾向が出ていまして、無印に比べてソフトの方が球速はマイナス 4.4、 回転数でもマイナス80というところで、データ的にはハイパー G ソフトにはちょっと厳しい結果となっています。速さを追求するのであれば、やっぱりちょっとかっちりしている無印の方が振った分がスムーズに力に変換されてボールに伝わるのかなと思いますね。でソフトもですね、別に悪いわけじゃないんですけれども、これを活かすのであれば、もう少しラケットの重みとかパワーロスしないような工夫が必要なのかなと思います。はい、アドサイからセンターへのスライス系のサーブっていうのもちょっと比べてみました。でまず無印なんですけれども、比較的曲がる量は小さくて、であっさり飛んでいくような感じでしたね。回転っていうよりはまっすぐ飛んでいくっていう要素の方が強く感じました。でソフトはですね、乗っかってくれる分インパクトからの曲がる量とかっていうのは大きく感じましたね。明らかにさっきより左に引っかかって、飛んでいくような感じが強くありましたし、バウンド後も若干画面の左方向に曲がる量っていうのが大きく感じました。でやはりそうですね、乗っかって回転がかかってくれたっていうのがデータにも出てますね。球速ではマイナス 8.5 なんですけれども、回転数はソフトの方がプラス 214.5、パーセンテージでいうと 12.8% 上回っています。なのでスピードのあるスライスなら無印で、曲がる量を優先するならソフトの方がやりやすいっていうところになるんじゃないかなと感じます。
最後にスピンサーブ比べてみました。でまず無印の方なんですけれども、回転はかかるなという印象でした。たださっきのスライスでもそうなんですけど、乗っかる感じはそんなに強くないので、ちょっと擦れるようなイメージですね。で、比較的飛んでくれるので、深い位置にサーブは入れやすいのかなというふうに感じました。でハイパー G ソフトになると、まず打ち出しの角度っていうのがちょっと上げやすく感じますね。やっぱり乗っかってくれる分なのか、打ち出しの角度が上がって、でその分バウンド後高さが出る、そんなようなイメージでした。でデータがこちらですね。やっぱり球速では無印の方が今回はプラスの 9.5、速かったんですけれども、回転数ではやっぱり乗っかってくれる分ハイパー G ソフトの方がプラスの163、8.8% 上回っているということが分かりましたので、やはり回転をかける系ならソフトの方がいいんじゃないかなということが、スライススピン共通して言えました。はい、では今回の打ち比べのまとめとなります。ハイパー G ソフトはですね、無印に比べると一番の特徴としては食いつき、ボールの乗っかる感触というのが強めになっていました。で無印よりも多少打球感柔らかめで、手応え、あとはスイートスポット少し外してしまった時の振動とかも抑えめになってました。ただ綺麗に打ててる間はそこまで極端な差はないかなという印象もありました。だから間違っちゃいましたね。はい。で性能面で言うと、今回は食いつきによる変化というのがデータに現れていました。で僕の場合はこの食いつきが増したことによって回転量がアップしました。でバックハンドやサーブではそのスピードよりも回転数が多く出ることによってバウンド後の変化量なども大きくなっていました。ただこのデータの変化に関しては人によってかなり差は出そうかなと思います。僕もフォアハンドに関しては当たりが熱くなって回転数よりもスピード優位というデータが出ていますので、この食いつきがアップするっていうことに対してどういった変化が現れるのかっていうのはちょっと人による差が大きい部分なのかなというふうにも思います。はい、ですので今回、テストしたハイパー Gをおすすめするとしたらですね、ハイパー G に近い性能を保ちつつも、もう少しホールド感とか食いつき、乗っかってくれる感触っていうのを求める人にとってはベストなチョイスになりそうというふうに感じました。ブラインドテストパート2でいきます。テイク2いきます。どっちかわからないようにしてもうわかんないです。もうわかんないです。こっちでいこう。これでいきます。どっちかわからないんですけどやってみます。予想はハイパー G です。さあ2回目答え合わせハイパー G でした。